皆さんこんにちは。この動画はベートーベン作曲のエリーゼのためにの楽曲分析です。最後までどうぞお楽しみください。この楽曲分析はインターネットで PDF のテキストをダウンロード販売しております。テキストはフレー付き解説とカラーで様々に書き込まれた楽譜がセットになっています。動画にない詳細な解説もありますので、ぜひお求めください。なお、テキストのリンクは概要欄をご覧ください。エリーゼのためには、ベートーベンが40歳の頃に思いを寄せていた女性のために書かれた曲です。この女性が誰かについては諸説あり、はっきりしていないことから、不滅の恋人としてベートーベンの謎の一つになっています。出版はベートーベンの死後で、楽譜にはスラーや強弱記号などの書き込みが少なく、出版するために書かれたものではないと思われます。それでは曲の中身に入っていきたいと思います。この曲は全体で A、B、A、C、A と場面が分けられる小ロンド形式で、この A の部分をロンド主題と呼びます。A でもある冒頭の歌い出しが印象的ですね。この A はロンド主題として3度現れますが、違う雰囲気の場面 B と C が間に挟まるように現れます。このエピソード的な B と C が A との効果的なコントラストになっており、全体のドラマを際立たせています。演奏にあたっては、それぞれの場面のキャラクターの違いが生きるようにしたいですね。では、もう少し細かく見ていきましょう。曲は半音で揺れる印象的な音型から始まります。ハープのような美しい上行アルペジオ、分散和音が基本で、主和音1と続和音5と揺れるように行き来します。このフレーズを2回歌いますが、2回目は終わりが少し変化します。ここまで丸印の音がメロディーラインと見て良いでしょう。また、7小節目の D は2016年のヘンレ社の研究によるもので、それ以前の各出版社では E になっています。これについては後で述べたいと思います。冒頭を2回繰り返すと、波長調に転調します。元の異単調と同じく調合のない調で平行調です。7小節目のフレーズを受け継ぐような起伏のあるメロディーで、最初と同じく1から5と進むと、すぐに異単調へ戻ります。波長調と同じ形を繰り返し、異単調の5で半終止します。この時、広い音域で E の音が散りばめられるのが、なんとも幻想的な響きですね。そして、間もなく冒頭の揺らぐフレーズがさりげなく現れます。それでは、このあたりを聞いてみましょう。さて、この赤い部分では一つの和音のまま即興演奏のように、漂うような動きになっています。とても自由な雰囲気ですね。また、ストーリーが進むというよりも、その雰囲気にスポットを当てていると言えます。メロディーらしきものはありませんが、音を星のように散りばめた神秘的なシーンから、冒頭のフレーズに戻っていくという演出があります。つまり、ストーリーをただ進めていくなら、このように省略しても音楽の流れとしては成立します。実際に聞いてみましょう。いかがでしょうか。音楽的におかしくはありませんが、元と比べて随分すっきりしてしまいますね。しかし、実際はこのような楽譜と思いながら、即興演奏をしていると捉えても良いかもしれません。いずれにしても、自由な雰囲気を持たせるのが良いでしょう。この後に冒頭に戻ります。ここまでをまとめると、A1、A1、A2、A1 と起承転結のようになっていますね。次に B の場面に移ります。B は雰囲気が変わり、メロディーは付点リズムや32分音符などを使いながら広い音域で歌われます。左手はアルベルティーバスという定番の伴奏形ですが、
25小節目など工夫された響きもありますね。また23から26小節目はベースが F のままで上の響きが変わっていくトニックベースで優雅な雰囲気ですね。28小節目から異単調の和音を経過しながら波長調、ヘ長調の続調に転調します。この異単調の和音が少し緊張感を出していて場面が変わることを予感させるようです。30小節目からは32分音符によるきらびやかなフレーズです。丸の部分がメロディーラインですね。30から31小節目を2回繰り返した後、34小節目からは A に戻るための挿入的なフレーズです。そう12小節目からのシーンと同様に経過的な雰囲気を作っている場面です。つまりこのように省略しても音楽的には成り立ちます。それでは聞いてみましょう。いかがでしょうか。少し味気なくなってしまうような気がします。やはり雰囲気の移り変わりは大事ですね。続いて C の部分です。C から新たな場面になり、左手の不穏な連打の上に右手が和音でメロディーを歌います。B と同じく前半4小節はトニックベースで、後半は4の和音からドッペルドミナントを含んだ終止形です。また9の和音が登場するのもポイントです。緊張感のあるムードを高めていますね。2回目のフレーズではほのかな光のように変度長調へ転調し、再び異単調へ戻って動きが静かになります。変度長調は主調の異単調から見て単2度半音上の調ですが、この和音をナポリの2度と呼びます。響きを確認しましょう。最初に異単調音階による3和音、そして通常の2度、次がナポリの2度です。通常の2度の根音第1音を半音下げることによって調3和音の響きになります。通常の2度減3和音と比べて澄んだ安定感のある響きですね。例えば先ほどのフレーズの中でナポリの和音を通常の2度に置き換えるとこのようになります。赤丸の音が変わることで音楽的な流れは変ではないですが、かなり印象が変化しますね。ちなみにこのナポリの2度は単調の楽曲または場面で用いられることが多いですが、ベートーベンの他の作品では月光ソナタの第一楽章にも出てきます。このナチュラルが半音低くなっている音ですね。ナポリの2度、不思議で魅力的な響きですね。それでは話を元に戻しましょう。次は手話音のアルペジオによって木の葉が舞い上がるようなセンチメンタルなシーンですが、ストーリーとしてはやはり挿入的なフレーズです。例えばこのように演奏しても音楽的には成り立ちます。やはり先ほどの部分があるとないとではだいぶ印象が違いますね。この後再び A に戻り A の最後まで通して曲を終わります。さて前に述べたようにエリーゼのためには2016年にヘンレ社が新しい研究結果をもとに出版しており、
いくつか従来版と異なっている音があります。例えば、最後の音は従来版ではカッコの C があります。また、この第7音 D は従来版では7小節目をはじめ、同様のフレーズではすべて E になっています。また、ダイナミクスは冒頭と77小節目にピアニッシモがあるのみで、スラーも一部を除いてほとんどありません。他の詳しい違いは概要欄にあるテキストにありますので、よろしければご覧ください。さて、ここに挙げたように、この曲はスラーやダイナミクスなどの情報が少ないですが、これはベートーベンがこの曲を個人的なものとして出版する意識はなかったからではと思います。音楽のラブレターといったところでしょうか。皆さんはどう思いますか？いかがでしたか？作曲家の巧みな仕掛け、掘り下げていくと面白いですね。ご感想、ご意見などコメント欄にお寄せいただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。別の動画でまたお会いしましょう。